はスパサラを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、スパサラを作っていきたいと思います。以前にもね、何回か私のチャンネルでスパサラレシピはご紹介してるんですが、今回は普通のパスタを食べる時の 1.6mm のパスタを使って作っていきたいと思います。さらに今回のスパサラは電子レンジだけで簡単に作れるレシピをご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに具材の材料をご紹介します。材料はこちらです。パスタ、ツナ缶、きゅうり、人参、ハム、こちらの材料を使って作っていきます。まずパスタなんですが、今回はこちら普通のねパスタを使っていきます。太さは一番ベーシックな 1.6mm を使用していきます。こちらのパスタはね、お好みのものを使っていただいて OK です。スパゲッティサラダ用のパスタも売ってますので、そちらを使っていただいても大丈夫です。そしてツナ缶ですね。こちらはオイル漬け、あとは水煮、どちらでも OK です。お好みのものを使用してください。その他の具材はきゅうりと人参、あとはハムを入れていきます。ここにプラスコーンだったり、あとは玉ねぎなどを入れていただいても美味しく召し上がっていただけます。こちらはお好みでやってみてください。それでは続いて残りの材料をご紹介します。材料はこちらです。マヨネーズ、鶏ガラスープの素、お醤油、お酢、お砂糖、オリーブオイル、塩、こちらの材料を使って作っていきます。まずね、今回はね、鶏ガラスープの素を使って味付けしていきます。こちらお好みで顆粒のコンソメで代用していただいても OK です。お好みでやってみてください。そしてプラスそこに砂糖とね、あとはお醤油を加えます。砂糖はですね、加えていただくとコクが出てくるので、ぜひ入れて作ってみてください。そしてお醤油ですね、こちらを少し入れていただくことで味が締まって美味しくなります。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずはじめにですね、レンジでパスタを茹でていきます。ボウルはですね、必ず耐熱性のものを使用してください。この中にこのパスタを半分に折ってまず入れます。はい。で、この中に入れましょう。そうしましたら続いてここにお水を入れます。パスタ全体がしっかり浸るぐらいですね。そしたら続いてここに塩を入れます。入れたらここにふんわりラップをかけて1箇所ね、空気の出入り口を作ってください。そうしましたらこちらのパスタを袋に記載されている時間よりも3分長くレンジで加熱していきます。今回は電子レンジ 600W で加熱していきますが、電子レンジ 500W の場合はプラス10秒から20秒ほど加熱してみてください。こちらのパスタはね、今回7分茹でなのでトータルで10分レンチンしていきます。それではですね、今電子レンジで加熱している間にお野菜を切っていきます。まずきゅうりですね。こちらはね、薄切りにしていきましょう。はい、このように切ってください。それでは続いて人参です。まずね、皮を剥きましょう。そして薄切りにします。薄切りにしたら今度はね、切りやすい枚数だけ重ねていただいて、そして細切りにしていきましょう。はい、人参はこのように切ります。それでは残りもね、同じように細切りにしていきます。はい、人参はこのように切ります。そしたらこちらも同様にポリ袋の中に入れましょう。そしたらここに塩を入れます。小さじ4分の1から3分の1ぐらいですね。そしてしっかりね、揉み込んでください。揉み込んだらぎゅっと空気を抜いて、そして口をね、軽く縛ります。そしてこのままだいたいね、5分から10分ぐらいですね、きゅうりと人参がしんなりしてくるまで置いといてください。それでは続いてハムを切ります。まず半分に切って、そして重ねます。重ねたらこちらを細切りにしていきましょう。こちらもだいたい 5mm 幅ぐらいですね。太めに切りたい場合はね、太くしていただいても OK です。
あとはね、適当にパラつかせておきましょう。ハムの準備はこれで OK です。続いてツナ缶ですね。こちらオイル漬けなのでオイルを切っていきます。水煮の場合もね、水を切って使うようにしてください。これで蓋で押さえながらね、切っていきます。この時手を怪我しないように注意してください。はい、ツナはこのようにオイル切りしてください。はい、パスタもね、レンチンが終わりました。すごく熱いのでやけどに注意してください。ラップを外します。あとですね、私のこのボウルでもね、ちょっとね、レンジで加熱している最中にこのお湯が溢れ出てしまったので、すごい溢れ出てるわけじゃないんですが、ちょっと溢れ出てしまったので、皆さんはね、大きめのボウルを使うようにしてください。そしたら一度ね、こちらを湯切りします。はい、このようにしっかり湯切りしてください。このままですね、マヨネーズなどを合わせてしまうと、マヨネーズが分離してしまったりしますので、必ずこのパスタは冷ましてからね、和えるようにしてください。冷ましてる最中もこのまま置いておくとパスタ同士がくっついてしまいますので、ここにオリーブオイルを回しかけてください。そして全体になじませます。そうしていただくとね、パスタ同士がくっついてしまうのを防ぐことができます。しっかりね、全体にコーティングしましょう。そうしましたらこちらはこのまま粗熱を取って冷まします。はい、こちらもね、今5分ほど経ちました。このようにね、きゅうりと人参がしんなりしてれば OK です。そしたら水切りします。水切りする時なんですが、こういったポリ袋を使った場合は、このね、ポリ袋のこの端を切って、そしてギューッと絞ってみてください。そうすることで手を汚さずにね、一度にしっかり絞ることができます。はい、このように絞ってください。あとはペーパーで軽く水分を拭き取ります。人参ときゅうりはこのようにしっかり水分を切っておいてください。はい、パスタのね、粗熱が取れました。だいたい人肌程度ぐらいになってれば大丈夫です。そしたら最後合わせていきます。まずボウルにパスタを入れます。続いてここにきゅうりと人参、そしてハム、あとはツナ、そしてここにマヨネーズと、あとは鶏ガラスープの素、そしてお砂糖、あとはお酢、そして醤油を入れます。そしてしっかり和えていきます。ムラがないようにね、混ぜていきましょう。あとはね、このマヨネーズ加減とかはお好みでね、調整していただいて OK です。ハムとかね、塊にならないようにしっかりほぐしながら混ぜてください。はい、このようにしっかりなじめば OK です。あとは味見をしていただいて、お好みで味の調整をしてみてください。はい、これでスパサラの完成です。こんな感じに仕上がりました。電子レンジで作ってもね、このようにとても美味しそうな仕上がりになります。具材はですね、お好みで入れて作ってみてください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。パスタの硬さもちょうどよくて、あとはパサつきがなくてすごく美味しいです。そしてこの味付けのバランスが最高です。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のスパサラのポイントです。まずパスタなんですが、今回はベーシックな 1.6mm のパスタを半分に折って使ってます。こちらはね、スパサラ用のね、パスタを使っていただいてもいいですし、お好みのものを使ってください。ただですね、電子レンジを使う場合は表面がつるっとしたパスタを使うようにしてください。粉がついてるパスタを使うとべちゃっとした仕上がりになってしまいますので、注意していただけたらと思います。そして今回味付けにですね、鶏ガラスープの素を使ってます。こちらは顆粒のコンソメを使っていただいても OK です。お好みのもので作ってみてください。そして今回はですね、電子レンジを使って簡単に作りました。電子レンジを使う場合は大きめのボウルにパスタを入れて、そしてパスタがしっかり浸るまでお水を入れます。そして少しそこに塩を加えて、袋に記載されている時間よりも3分間長くレンチンしてください。今回 600W の電子レンジを使ってますが、500W を使う場合はプラス10秒から15秒ほど加熱してみてください。さらにですね、スパサラのね、細めのパスタを使うときはプラス 1,2 分ぐらいでいいかなと思います。こちらのパスタのね、レンチン時間に関しましては、パスタの太さや、あとは電子レンジの種類、あとはね、使う容器によって適正な時間が変わる場合がありますので、様子を見ながら調整してください。
そして茹で上がったパスタなんですが、こちらをですねそのまま置いておくとパスタ同士がくっついてしまいますので、必ずオリーブオイルを絡めて、そして冷ますようにしてください。パスタをですねそのまま熱々の状態でマヨネーズとあえてしまうと、マヨネーズが分離してしまう時がありますので、必ず冷ましてから他のものと合わせるようにしてください。そしてきゅうりと人参に関しましては、こちらは塩もみをして、そしてしっかり水分を絞ってから和えるようにしてください。あとは全部材料を合わせて和えるだけなのですごく簡単です。今回はですね電子レンジを使って作ったんですが、パスタを普通にね茹でて作っていただいてももちろん大丈夫です。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はスパサラを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。